盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。皆様2026年新年明けましておめでとうございますということで、すいません、ちょっと帽子をちゃんと脱いでからご挨拶でしたね。すいません、もう一回やり直しで、はい、皆様新年明けましておめでとうございます。今年もですね変わらぬご愛顧をねこの盆栽枯らさない塾に、賜りましたら嬉しいなと思っている所存です。はい、もう馬のように早くねスタートして、はい、ちょっと今落馬傾向だったような気がしますけど、はい、ここから立て直していこうかなと思います。海外の方ね日本で馬年っていう年なんですけど、そういうのもねちょっと覚えていただけたらなと思います。寒いんでちょっとまたちょっとかぶらさせていただいて、はい、なんかこれをやると5歳若返るという話を聞いたので、今年これでいこうかなというね、寒い間は、はい、何の話やねんというところでそうそう、メルマガももう結構70通以上とかもう登録されてる方も3000人以上とかね、なんか結構すごいことになってますけど、そちらでもねそうそう、この動画の概要欄といいますかね、そちらで見ていただいたら、メールアドレス登録するだけで無料でメール届きますんで、はい、そちらも活用して勉強してみてください。では本題に戻ります。新年一発目のね動画となりますけども、やっぱりこの新年迎える頃、北半球の話でいうと、寒い時期ですよね。その寒い時期、冬ですけども、冬のね水やりちょっと注意点、僕の気づいた、予想ですね。これこうなんじゃないかっていうね、そういうのをちょっと今回話させていただこうかと思います。はい、少しお時間ください。YouTube やメルマガでねたくさんお話ししてきたんですけども、初心者の方から最初どこから学べばいいかわからないというお声をよく聞きます。盆栽で一番大事なのはとにかく最初のね1年を枯らさないことだと思います。まずはねやっぱり水やりと置き場からでしっかりと管理を体系的に学べる、ウェブ講座を作りました。はい、で今盆栽枯らさない講座北谷隆一ウェブ版という名前でですね、通常3980円なんですけども、今発売記念キャンペーン中ということで半額の1990円で、発売させていただいております。詳しくはこの動画のね概要欄をご覧いただければ載っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。水やりなんですけども、要は、乾いたらやるを大前提でね、もう絶対に乾いたらやるを守ってくださいって普段から言ってたんですけど、ある愛好家さんからのねご相談でっと思ったことがありまして、3、4日乾いてないんですけど水やらんでいいですかねって言われて、ほんでやらんでいいかなと思ったんですけど、でも3、4日、たまたまそこの気候条件とかね雨とかひょっとあったんかもしれないですけど、それだけずっとやらないっていうのはちょっとなんか違和感を感じるなと。でやっぱどこかと言いますと、その鉢の中に同じ水分、水がですねずっととどまり続けるというの、それがちょっとなんか嫌だなと思いまして、でやっぱ乾いてなくてもやっぱ3日に1回ぐらいはしっかりその鉢の中の水を循環させた方がいいんじゃないかなと考えたんですね。それでこちらの盆栽、こういう深い鉢、盆栽業界では県外鉢と言われてるんですけども、こういう鉢の盆栽がね、僕の経験上ねちょっと枯れやすい、傷みやすい傾向があるなと思ったんですね。で今の3日に1回は循環させた方がいいっていう話とちょっとつなげてみたらどうかなと思いまして、こういう深い鉢ですとちょっとのふわっとしたね軽い水やりで多分水分が下の穴から抜けるまでねなかなか大変だと思うんですよ。だからちょっと上っ面だけ水やるみたいなもし繰り返したりとか、たまたまそういうことが重なったりとかしたら、この深い鉢の中の水が循環せずに中で腐ってしまうとか、もしくは分かんないですけど水の通りやすい道だけ水が行って本当の芯の方が水が通ってないとかね、そういうことも起こりうるんじゃないかなと思うんですよね。
だからこういう深めの鉢に植えてたら、よくあるのがね、こういう下の方の枝がねなんか枯れてくるパターンよくあるんです、こういう深い鉢はね。で過去そういう深い鉢で調子が悪かった子を浅い鉢に植え替えたら調子が戻ったみたいな経験もありまして、今回の僕の仮説というかね、予想にはなってしまうんですけど、やっぱり水の循環っていうのはかなり大事なんじゃないかなと。はい、だから夏場とかでしたらもう他の水やりと一緒にね、この子自体も乾きますし、しょっちゅう水やるんで、そういう点では安心かなと思うんですね、水の循環という点では。でも冬場だとなかなか乾かないんで水やらないと、だから循環しなくて、その分寒いんで、腐るっていうこともなかなか起こりにくいとは思うんですけど、やっぱたまにはね、空気の入れ替えみたいなのもひょっとあるかもしれないですし、その水が腐るのを新鮮な水で防止するみたいなこともあるんじゃないかなと考えました。で今こういう深い鉢がそういう危険性のある、ちょっとどうかなっていう難しい鉢として、こちらのね小さい盆栽、これ今年の春、今年じゃないな、去年の春に植え替えたばっかりで、もう砂サラサラです。もうこういうのはもう勝手にもうすぐ水さーっと抜けていきます、軽い水やりでもね。だからこういう鉢の状態だったら、水の循環っていうのはそんなに考えなくてもいいのかなと。はい、これでも3、4日乾かないとなったらね、気象条件とか温度でねなったら、こんな子でもさっとね水通ししてやったらいいかなと思います。ほんで水通しという点ではすごく簡単な鉢だと思いますね。はい、で水やり乾いたらやるを大前提としてきましたけども、やっぱたまには水を循環させましょうという、そういうお話なんですが、うちの水やりのホースを使って、この木がどれぐらいやれば循環するかなと、これぐらいやったら循環するんじゃないかなっていうのは僕のちょっと予想にはなるんですけど、今から実践していこうと思います。はい、葉っぱにも水ね、どっかね出てる、葉っぱにも水、しっかりやって、で例えば今鉢の中水入ってるみたいですけど、これでもしやめたらちょっとまだまだね水通らないような気がしますね。この用土の上に水が浮いてるような状態でね、でこれ待てばねだんだん染み込んでいきますね。だいぶ染み込んできて、はいなくなりましたと。でそこでさらに追い打ちをかけると。普通の盆栽だったら今この2回目の追い打ちをかけるという意味でかけた水でね、これで全然もういいと思うんですよ。ただこの深い鉢に関してはね、もう一回染み込ませてもう一回ぐらいかけようかなと。で3回目の大量の水、何回もやってたらスーッと水が落ちるスピードがちょっと速くなってくれないかなちょっと速くなってきた気がしますね。水の通り道が今できた後の3回目、これぐらいやったら中までねしっかり通ったんじゃないかなと思います。もう中完全にもう水浸しにするつもりなんで、不安だなと思ったらもう3回でも4回でもね何回でもかけちゃえばいいんですよ。もうどうせもう一緒なんで、今回の1回はねもうしっかりと、こんな感じでね、今結局4回やりましたけど、これぐらいやったらもうこの中の方のね真ん中の方もちゃんと水通ったんじゃないかなと思いますね。ちなみにこっちのこの簡単な子なんかは多分ねちょっとかけてみます。もうこれ1回でもう芯まで通りそうですけどね、なんか
今もう砂がサラサラなんでもう1回でも良さそうですけど、まあ念のためもう1回これぐらいやったらもうしっかりとね水抜けると思いますね。こうボタボタしてるのはもう穴から出てきてますね、しっかりとね。はい、もうこれは大丈夫です。もう1回目でもなんかいけてそうな気しましたけど、はい、まあ今動画なんでちょっと若干雑でしたけど、なるべく砂とかね上の肥料がこぼれないように気をつけてはやってくださいね。はい、こんな感じで特にこういう深い鉢ね通りにくいんですよ本当にね。植え替えしてしばらく経ってる子とかだったらね、特にそういう時は気をつけて、でなるべくねもうこういう深い鉢も似合う場合はしょうがないんですけど、なんとなくちょっと浅めのね鉢に植え替えれるもんなら植え替えた方がいいかなという気はしますね。とはいえ県外とか半県外はバランスが悪いんで、ある程度鉢の大きさがないと倒れやすかったりもするんでね、もうそこはもうしょうがないとかしょうがないんで、その場合は水やりを気をつけるということで、はい、本日は以上です。ちょっとおさらいしましょうかね。冬で乾いてなくても3日に1回は水をしっかり入れ替えるような意味でやりましょうと。で特にこのような県外鉢は入れ替わりにくいので気をつけて水をやりましょうというのが今回のお話でしたね。はい、では以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。